夢の中でも喧嘩してたのか？全く進展してねえじゃねえか。二人を座らせた杖は呆れたとつぶやいた。だって作者が。だってピノキオが。黙れ役立たずども。ここで責任を押し付け合ったって仕方ねえだろ。杖は深く深くため息をつくと、その身を揺らしてドンと地面をついた。問題は作者のやる気だ。俺が進行役をやるから話し合え。現状を確認しながらどうしたら問題を解消できるか糸口を見つけるぞ。頼りになる杖の姿にピノキオとカルロは胸をときめかせた。話し合いにナイトメアは邪魔だ。とりあえず全部殺せ。責任は俺が持つ。さすが僕の杖だ。侮るな。その責任はピノキオにも降りかかるけどね。でも表面上でも自分じゃない誰かのせいにできるだけだろ。邪魔をしてくるナイトメアを倒しつつ、杖を進行役に二人は話し合いを始めた。まずなんでやる気を失ったかだな。わかるか作者？正直言ってわからないよ。気づいた時にはアイデアが出なくなっていたんだ。カルロは覇気のない声で言う。原稿用紙を広げても一文字も書けない。何も思いつかない。でも時間は迫ってくるんだ。ずっと頭の片隅でやらなきゃいけないと思っているのに、何もしたくない。何もできない。堰を切ったように流れ出るカルロの弱音は、予想以上に深刻な状態であることを示していた。話し合い1日目、ひたすらカルロの話を聞く。とりあえず作家を辞めたいわけではないみたいだ。話を書くのは好きだけど書けないから苦しんでいる。話し合い2日目、カルロ曰く小さな積み重ねとのこと。日々のいろいろなことが知らず知らずのうちに積み重なって不調の原因になったのかも。話し合い3日目、インプットなしにアウトプットはできない。つまりカルロの創作意欲をくすぐるような外部からの刺激が必要か。話し合い4日目、一人で考え込むから詰まるのではということで、僕からもアイデアを提供することに。話し合い5日目、ピノキオから話を聞く。彼の願いは誰かに頼りながら平穏な暮らしがしたいということ。一体どんな話にすればいいんだ。話し合い6日目、ピノキオは
物語の中に、この杖のように全てを指示するナビゲーターを置いてはどうかと言った。なるほど。話し合い7日目。話を大幅に変えないよう、ナビゲーター役には今までの登場人物の中の誰かを当てることにした。話し合い8日目。ナビゲーター役は保護者的な立場にして、ピノキオを見守りながらも正しい道に導くように。これなら。話し合いは8日間にも及んだ。その間、二人と杖は寝食を忘れてアイデアを出し合った。ここでナビゲーター役の言う通りにした結果、ピノキオは冒険に出ることに。その冒険の内容、もう少しソフトにしてもらえないかな。僕、痛いのは嫌だし、読んでる人も気持ちよくないと思う。じゃあ、元の話からここは削除しよう。縛り首はカットで。他の登場人物ももう少し整理した方がいいかもね。性格も変えて。二人で話の方向性を話し合ううちに、カルロのうつろな瞳にはキラキラとした星が宿りつつあった。誰かと話しながらだと、自然と話がまとまっていくし、気持ちが楽になる。だってこれは僕だけが考えた話じゃないから。この話の出来は僕だけの責任じゃない。駄作になっても僕を責めるのはお門違いだ。そうか。僕が求めていたのはこれだったんだ。助かった。長い長い話し合いの末、とうとう二人は物語を書き換える筋道を見つけ、どう修正するかをまとめ終えた。ピノキオの意見が多分に反映されたそれは、他者に依存しまくりだけど主人公であるピノキオは救われるという、傍から見ればあまりにも都合が良すぎる内容だ。しかし出来はどうあれ創作を行ったという事実にカルロは涙を流した。僕はまだ話が書ける。作家としてやっていくことができる。ぐちゃぐちゃに泣きながらも、カルロのその顔は今までで一番の笑みをたたえていた。創作意欲が復活したことに満足したカルロは、そうして消えた。目の前で光の粒となって無賛した作者の姿に、ピノキオは目を丸くする。あれ、なんでまだプロットだけで物語を書き換えてない。呆然とするピノキオを轟音とともに空から落ちてきた何かが飲み込んだ。依存の人形は状況を把握できないまま、されるがままに身を任せ、その場から姿を消した。